崩壊サード基礎知識、アストラルバースト編。こんにちは、コバトーンです。崩壊サード第2部も始まって結構経ちましたよね。第2部のキャラから実装された特徴的なシステムとして、アストラルリング、アストラルバーストというものがあります。これについてぶっちゃけ雰囲気で使ってます。よくわかってないっす。といった意見を多数いただいたので、要点をかいつまんで解説したいと思います。いつもの超絶難解な説明文を読まなくてもざっくりポイントがわかるようになりますし、今回説明する要点が分かっていれば説明文を読もうと思った時にかなりわかりやすいと思います。では早速いってみましょう。アストラルバーストの要点3ポイント。まずアストラルバーストの要点を3つにまとめると次のようになります。1、チーム全体が超強化される。2、一部の技が変化する。3、変化した技によって連携攻撃が可能になる。です。一つずつ見ていきましょう。1、アストラルバーストはチーム全体が超強化される。まずアストラルバースト中はかなり大量のバフがかかります。これが非常に強力。具体的には大量の元素バフ、技のクールタイム減少、中断耐性アップ、全ダメージバフ、会心バフ、さらにコネクターが与えるバフがかかります。雑に言うと超強くなった攻撃をハイペースに出せて、しかもよろけにくいってこと。くっそ強いですね。なので敵の HP を削りたい、ここぞって時に使うと非常に強いわけです。で、このアストラルバーストが第1部までのバフと違う最大のポイントは、チームメンバーから発生するバフを受けられるってところ。アストラルバーストが発生するとチームメンバー全員が共鳴してお互いをバフし合うようなイメージを持つと分かりやすいかも。第1部のシステムに慣れている人ならアストラルバースト中だけ全員分のリーダースキルが有効になるようなイメージでもいいと思います。そのためアストラルバーストが始まると出場していなくても味方をバフすることができるようになるんですね。第1部までのシステムだと基本的に表に出てきて何らかのアクションをすることで、その後〇〇秒間ダメージアップみたいなバフが多いですよね。第2部ではそのシステムに加えてキャラクターが持っているアストラルリングが発するバフがあって、それはアストラルバースト中だけ有効になるっていうニュアンスです。プレイしていて第2部キャラの火力が高く感じた人も多いと思うんですけど、原因はおそらくこれですね。第1部までのシステムに上乗せして別のバフが乗せられるようになっているんですよ。だから火力が高いんですね。そしてこのバフがあるため編成メンバーがより重要になります。例えば第1部のキャラを混ぜて編成する場合、アストラルバースト中に発生するバフはなくなってしまいます。そうなると結構火力が下がるんですよ。なので環境に属性が合わなくてもバフ目的で第2部キャラを編成する場合や、表に出さないで利用するいわゆる置物みたいな編成もあります。具体的にはあかりさんをリーダーにしてセルマ様を置物編成するパターンですね。炎環境である場合、炎キャラが優遇されて他属性のキャラはダメージが下がってしまいます。なので普通であれば氷属性のセルマ様は編成に適さないはずなんですよね。ところがセルマ様は編成しているだけでアストラルバースト時に味方へ大量のバフを負けます。そのためセルマ様を一度も前に出さない場合でも編成したりするんですね。はい、このようにアストラルバースト中はとにかくお互いに大量のバフを負けるところが特徴の一つ目となります。ここが分かってるだけでかなり火力が伸びるので、ちょっと意識してみてください。2、アストラルバースト発動時一部の技が変化する。アストラルバースト中は一部の技が変化します。例えばセナディアであれば武器スキルの派生攻撃は通常時だとヨーヨーを振り回してクロスするフィニッシュ技、晴天の霹靂ですが、アストラルバースト中は同じコマンドで雷光のアンカーという技に変化します。ヘリアも通常時は速射 KP を消費する急速射撃という攻撃がアストラルバースト中は特殊な高速射撃へ変化して、さらに海域共鳴の印を持つエネルギー体を設置する能力へと変化します。このように一部の技が特殊な仕様へ変化する点もアストラルバーストの特徴です。3、アストラルバースト中は変化した技によって連携攻撃が可能になる。そして変化した攻撃を使うことでメンバーとの連携攻撃が可能になる点がアストラルバーストの面白いところです。初期メンバーであるセナディア、ヘリア、コラリーを使って説明しましょう。先ほど紹介したセナディアの雷光のアンカーとヘリアが設置した海域共鳴の印を持つエネルギー体。これは特定の行動によって周囲へ雷ダメージを発生させます。それがコラリーの変化技。コラリーもアストラルバースト中は武器スキルの性能が変化して、バースト中限定のポイント、縮獣 KP を消費する技になります。これが共鳴攻撃という種類の攻撃で、セナとヘリアが設置したものを活性化させる機能があるんですね。つまりアストラルバースト中は通常時ではできないキャラ同士の連携攻撃ができるようになるんです。そしてもちろんとっても強力な技となっています。で、ここまでお伝えした内容が基本です。アストラルバースト中はメンバー同士で大量のバフがかかり、一部の技が変化し、それを使って連携攻撃ができる。最低限これだけ押さえておけば大丈夫です。
ここからはそれをもうちょっとちゃんと使うためのお話。アストラルリングにはタイプがある。バルキリーの選択画面でフィルターをかけると、リングタイプだとか、リング特徴と書いてある部分がありますよね。これ、正直ちょっとわからんって人も多いんじゃないでしょうか。そこを解説しておきます。結構大切です。まず、先ほど説明した連携攻撃を思い出してください。セナとヘリアとコラリーで攻撃しましたよね。じゃあ、ここにあかりさんやセルマ様を編成したらどう変化するんでしょう。ちょっと複雑そうですよね。そこで役割を決めているのがリングタイプとリング特徴なんです。リングタイプというのはリーダースキルのことだと思ってください。メンバー編成の時に1番で設定しているキャラのリングタイプが有効になります。2部キャラのスキル説明でアストラルリングの部分を読んでみると、世界の星有効中といった具合に条件を指定している部分がいくつもあります。これは言い換えると、世界の星タイプのリーダースキルを持っているキャラが1番に設定されている時に有効ってこと。具体的に世界の星を持っているキャラはヘリアとセナなので、この2人のどちらかがリーダーの時に能力が発揮されますが、それ以外のメンバーがリーダーの場合は能力がオフになります。このようにしてどのキャラクターをリーダーにするかでアストラルバースト中の能力や連携攻撃をスイッチさせるシステムになっているんです。なので編成次第でいろんな能力が楽しめるようになっているんですね。あかりさんが非常にわかりやすいので具体例として紹介しましょう。あかりさんのアストラルリング説明を見ると、大胆不敵というコーナーに世界の星有効中以下の効果が発動するという記載があります。一方、隣の100年不変の思いという箇所には、運命の輪有効中以下の効果を獲得すると書いてありますね。これはつまり、大胆不敵の効果はセナやヘリアがリーダーの時に有効になり、100年不変の思いはオフになるってこと。一方、あかりさん本人のリングタイプは運命の輪なので、あかりさんをリーダーにすると大胆不敵はオフとなり、100年不変の思いが有効になります。ちなみに書いてあることがめっちゃ複雑なので簡単に整理しておくと、世界の星ではあかりさんの攻撃が変化し、セナやヘリアが設置したものを有効化できる攻撃になります。つまりコラリーと同じタイプの扱いができるってことですね。逆に運命の輪が有効の場合にはあかりさんからキャラ変更ができなくなり、交代ボタンを押すとナイフ投げモーションが出ます。実際に見てみましょう。まずはセナをリーダーにしてヘリア、あかりで編成します。アストラルバーストを発生させて変化技を打っていくと、セナやヘリアは先ほどと同じになります。そしてあかりさんは通常時とは異なるゲージに変化していて、通常攻撃とともに共鳴攻撃を起こせていますね。では今度はあかりさんをリーダーにしてアストラルバーストしてみます。交代メンバーの部分が変化していますよね。メンバーへ交代する操作を行うと、交代する代わりにあかりさんがナイフ投げモーションをする攻撃が入ります。さらにセナやセルマを編成していると、空中にゆらゆら現れて射撃してくれる影が現れます。これが影の従者ですね。このようにメンバーは同じであるのに、リーダーを変えることでアストラルリングの機能を切り替えて戦うことができるんですね。意識しておきたいのが、発動者のリングタイプではありません。リーダーのリングタイプが採用されます。これも例をお見せしましょう。セナがリーダーの状態で、アストラルバーストの発動をあかりさんで行います。すると、あかりさんリーダーの時とは違い、普通にキャラチェンジができます。さらに、セナやヘリアの能力も通常通り発揮されていますよね。アンカーが設置されているところを見れば分かりやすいはず。今度はあかりさんがリーダーで、セナがアストラルバーストを発動します。この時セナの技はアンカー投げに変化はしていますが、よく見てみるとアンカーが地上に残っていません。さらにヘリアもバースト中のモーションに変化していますが、海域共鳴のオブジェクトを発生できていませんよね。そしてあかりさんに交代すると他のキャラに戻せなくなり、影の従者が発動状態になります。あくまでリーダーであるあかりさんのリングタイプが有効になっているんですね。なので誰をリーダーにしているのかちゃんと意識して立ち回らないと混乱してしまうことがあります。僕はこの仕様が理解できるまで結構混乱しました。あれ、あかりさんのバースト打ってるのにキャラチェンジできるじゃん、なんでみたいになったので、あなたはならないようにしましょう。ちなみに気になった人もいると思うので、ここの違いについて解説します。よく見てみるとヘリアはあかりさんの顔になっていますが、セナはセナのままです。これがなぜかというと、それぞれのアストラルリング説明を読めばわかります。
セナは運命の輪が有効な時の説明がありますが、ヘリアにはありません。なので、設定がちゃんと個別にある場合にはそちらが採用され、特にない場合はあかりさん側の設定が使われます。こんな感じでリングタイプによって発動能力がスイッチされているんですね。リング特徴について。最後にリングタイプとリング特徴の整理をしておきます。すっげー混乱しやすいですからね。リングタイプはリーダースキルに例えたように、一つのキャラに基本一つです。将来的に切り替え式とか複数持っているキャラなんかも出るかもしれませんが、今のところ一つだと考えると分かりやすいでしょう。リング特徴はリングタイプによって決まるアストラルバースト中の能力をどう振り分けるのかを決めるためにあります。なので、キャラによっては複数のリング特徴を持っている場合があるんですね。どのキャラクターをリーダーにするのかによって、チームメンバーのリング特徴を調整するといいでしょう。ざっくりした構成イメージとしては、アストラルバースト中なら無条件で発動する能力、リングタイプによってスイッチする能力、さらに細かい条件付けとしてリング特徴で決まる能力くらいに把握しておくといいと思います。まとめ。いかがだったでしょうか。細かめな条件までお伝えしましたが、最低限覚えておきたい要素は最初の3つです。1、アストラルバースト中はチーム全体に超強化が入る。2、一部の技が変化する。3、変化した技で強力攻撃ができる。これさえ覚えておけばかなり変わると思います。で、もし不思議な現象に出会ったら、細かい条件のことを思い出していただけるといいんじゃないでしょうか。今回の動画内容が分かっていただければ、説明文がかなり読みやすくなると思うので、よかったら自分で確認してみるのもおすすめです。それでは今回の内容も、あなたが崩壊サードを楽しむための一助として参考まで。Keep your eyes on me.